皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日は生け花について、お伝えしていきたいと思います。その前にちょっと簡単にお話をしたいと思います。寺子屋忍者では三田工房寺で茶道や華道の体験教室を行っております。ぜひ興味のある方は概要欄をご覧ください。最近すごく暑いと思うんですけれども、今日はいろんな花器を使って生け花の方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと大きめのリッカーというものですねを生けていきたいと思います。まず最初にこちらの花器になるんですが、信楽焼という花器になります。こちら東光堂さんの方で以前に購入させていただいたものです。宮内庁御用達の陶器屋さんになりまして、以前に他の YouTube で撮影もさせていただいておりますので、もしよろしければまたリンクの方貼らせていただきますので、ぜひご覧ください。今日使うお花の紹介です。こちらですね、あれかやしというものになります。そしてこちらが鳴子ですね。でこちらがメリーというお花になり、お花というか葉っぱですね、葉っぱになります。でこちらが玉シダですね。こちらも森とか森林というかそういうところに生えているかなと思います。これがケイトウですね。ちょうど秋のお花でこれからシーズンになるかなと思います。こちらがヘリコニアですね。最後にこちらがオクラレイカになります。ちょっと今日は花材が多いんですけれども、こちらで生けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速生けていきたいと思います。生け花はいろんな流派によって生け方とかが違うと思うんですけれども、今日は、池坊の立花小風体というものを生けていきたいと思います。ただこちらの動画の方は生けてるところを少し記録させていただくというような形で、実際に習いたい方は池坊の教室に通って、しっかりと覚えていただければと思います。はい、では、早速生けていきます。芯となるものですね。そちらを生けていきます。こちら系統になります。ある程度ちょっともう葉の方をさばいてるんですけれども、後でまた不要なものを少し落としたりしていきたいと思います。結構立花は時間がかかるので、早送りとかでもしかしたら練習させていただくかもしれないんですけれども、ちょっとしっかりと生けていきたいと思います。いろんなタイプの生け花があるかと思うんですけれども、立花というのは針金を使ってしっかりと形を整えていくものになります。いつもは焼き針金を使って留めていくんですけれども、ちょっと今日こちらの方で用意できなかったので、代わりに緑色の糸針金の方でやっております。ペンチとかがあるといいですね。実際の生け花の時はペンチでしっかりと締めていくんですけれども、今日はちょっと用意の関係で手でやってます。ワイヤーカッターですね。これはアレンジメント用で使うものなんですけれども、アレンジメント用のワイヤーカッターもすごく使いやすいので、ペンチとかがない時は代用してもいいかなと思います。添えですね。添えを生けていきます。いろんな薬枝があってそれぞれ役割があるんですけれども、そういったものも教室の方に通っていただくとしっかり覚えられるかなと思います。
でみこしを生けていきます。みこしは遠くの景色を表しています。能とかもそうなんですけど、生け花とかも同じで、やっぱり黒っていうのがあんまり見えてない色みたいな形で表現されるのかなと思いますね。焼き針金というものを使ってこのようなところを普段留めていきます。あとは同色のものですね。こちらグリーンのものを使っているんですけれども、そういったものを使うと目立たないかなと思います。黒子とかって言うかと思うんですけど、日本のものって黒い色は見えないことにしてしまえみたいな文化があるのかなと思います。面白い日本独特の考え方ですね。で、次は流しを生けていこうと思います。次は糸を生けていきます。前置きを生けます。機械を生けます。木留めを生けていきます。花留めを生けます。縁を生けます。はい、こちらで完成です。はい、出来上がりました。こちらは立花の小風体になります。一つ一つ薬枝があるんですけれども、そういったものはぜひスクールの方で覚えていただければと思います。今日は見方について少し説明をしたいと思います。生け花の見方は見る方向が決まっています。正面ですね、ちょうど真正面から、ちょっと今私横にいるんですけれども、真正面から見るっていうのが一つのポイントになっています。真ん中のものを小心というんですけれども、この小心を真ん中としてそれぞれの広がりですねを見ていくっていう形で、それぞれに空間があると思うんですけれども、生け花は引き算の美学ということで、どんどんいらないお花を省略していくっていうのが生け花の一つの特徴かなと思います。あとはですね、風景を立花の方は表しておりまして、山とか川とかですね、その流れですとか、あとは方がこちらのみこしという薬枝になるんですけれども、東映ですね、後ろの方の景色を表していたりという形で、それぞれ風景を表しているというような形になります。興味のある方はぜひ三田工房寺でも体験教室をやっておりますので、ぜひ遊びにいらしていただければと思います。ではこちらで以上になります。はい、では続いて2つ目の生け花を行っていきたいと思います。こちらの花器ですね、龍紋塗りというものになります。流れるような文様ですね、こちらが龍紋という模様になります。塗りですので会津の龍紋塗りという特産品になります。今日使うお花の方ですね、こちらが白いバラの方になります。こちら3本使っていきます。そしてこちらがクルクマジンジャーですね。クルクマジンジャーの葉と、これお花でいいんですかね、こちらの方を使っていきたいと思います。
ものによって穂だったりお花じゃなかったりするんですけど、すいません、後でちょっと調べてみたいと思います。まずはバラの方から生けていきます。少し葉が夏で結構傷んでたりするので、丸坊主にするとちょっとかっこ悪いんですけど、少し葉を落としていきたいと思います。切る時ですね、水揚げするようにしっかりと斜めにハサミを入れていきます。このようにちょっと花びらが傷んでいるところは取ってしまおうと思います。こちらも葉が傷んでいるものは落としてしまいます。切った時にどういう風にしたら綺麗かっていうのをちょっと考えながら切っていくといいかと思います。こちらも余分な葉を落としていきます。切り口は必ず斜めにするようにいたしましょう。同じような高さになってしまったので、少し高さを低くします。こちらですね、3本でもいいかと思うんですけど、せっかくなのでクルクマジンジャーを足していきたいと思います。生け花の時は葉と茎の方をばらした方がいいんですけれども、こういった花瓶に入れる時はバラバラにしてしまうと入れた時とかに格好が悪かったりするので、このままつけたまま使っていきたいと思います。切り口はしっかりと斜めにしていきましょう。はい、出来上がりました。こちらで完成です。はい、2作目が出来上がりました。こちらですね、会津の龍門塗りというものを使っております。こちらの花器なんですけれども、真ん中に仕切りがありますので、前側に白いバラ、後ろ側にクルクマジンジャーを生けて生け分けています。こうすることで立体的にバランスよく生けられるかなと思います。そして、こちらですね、丸い、板の方を使っております。薄板の方なんですが、いろいろ花器によって使い分けをしています。でこのような塗りのものですね、ですと丸い敷物も合うかなと思います。ありがとうございました。はい、先ほど2作品目と同じくお花の方はこちらの白いバラとクルクマジンジャーを使って生けていきたいと思います。こちらの花器なんですけれども、鎌倉で今年私の方で作陶をしてまいりました旧魯山人の窯をご紹介いただきまして、ちょっと先生にお手伝いいただいて作陶をしてきました。またちょっとそちらの魯山人用の方もいつか紹介できたらなと思っております。福田屋さんですね、京一町福田屋さんも魯山人と非常にゆかりのある料亭でして、以前 YouTube の方でご紹介しておりますので、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。では早速生けていきます。こちらですね、全体見ていただいて結構形がいびつというか、特に正面がどこっていうのはないかなと思うんですけども、自分が好きな上薬のかかり具合とか自分の好きな形のところを正面に生けていきたいと思います。でさっきもう調整しているので、だいたいもうそのまま入れてしまおうかなと思います。あと口ですね、先ほどちょっと広がっているようなものだと生ける時に少し茎を切って中に入れたりですとか、仕切りを作ったりとかってした方が綺麗に生けられるんですけれども、こういう形で口がもう狭まっているものっていうのは非常に生けやすいです。初心者の方とかはこういうものをまずは選んでいただくと生けやすいかなと思います。もうこのままちょっと1回入れてしまって、あと少し後で微調整していきたいと思います。このままやってしまってもある程度形になるかなと思います。はい、こちらの方でいかがでしょうか。はい、また床の間の方に飾ってみたいと思います。
はい、3作品目を床の間に飾ってみました。いかがでしょうか。こちらですね、口が小さくなっておりますので、花瓶の口ですね、もうそのまま入れただけ投げ入れというような形になります。お茶のお花とかですね、投げ入れとかっていうものもあるかなと思うんですけれども、自然の出生ですね、自然に生えている時の、形を意識しながら生けるということで生けてみました。正面ですね、正面の方も花器の形がどこから見ても結構面白い形なので、こちらを正面にしたんですけれども、いろいろ変えて飾ってもいいかなと思います。クルクマ神社ですね、わざと少し横向きにしてみました。生け花は必ず葉が前に来るとか葉が後ろに来るとかっていうよりは向きですね、枯れているお花も風情がある趣があるということで使ったりですとか、葉も表を必ず抜けるというよりは少し角度を変えて使うというような使い方もします。いかがでしょうか。はい、ただ投げ入れ花瓶に入れただけのお花になります。はい、ありがとうございました。はい、続いて、次はカゴに生けていきたいと思います。こちらですね、カゴの方なんですけれども、簡単な例えばお庭に咲いているお花とかそういったものを使うときに使っていただければと思います。生け花もお茶もそうなんですけれども、日本文化って書道もそうですね、真行草とかっていうふうにあるんですけれども、こちらは草というものですね、一番カジュアルな生け花になります。はい、で、カゴの中にこういったような受け筒ですね入ってます。これが花瓶の役目をしてくれます。こちらを使って生けていきます。で、花器の紹介をします。こちらサルスベリですね。そしてこちらがスパティフィラムという植物の葉になります。で、こちらが桜ですねの木の苔が生えたものになります。苔木ですね。はい、こちらを使って生けていきます。かなり背が低いのであまり高くしない方がいいかなと思います。で、余分な葉はハサミで落としてもいいんですが、手で簡単に取れてしまうので手で取っていきたいと思います。はい、で、こちらですね、こちらも結構葉が大きいので、こういったものはもう葉を下の方ですね、自分でいい形に切ってしまっていいかなと思います。少し形を整えていきます。こちらもかなり長いので短くします。で、苔木ですね。苔木を少し使っていこうと思います。実際にこちらのカゴに入れていけます。もっと短くしても良さそうですね。水に浸かってしまう部分は葉を取るようにしましょう。葉も少し大きいのでもう少し切ってしまおうと思います。はい、出来上がりました。こちらで完成です。はい、はい、床の間に飾ってみました。いかがでしょうか。こちらですね、カゴの方なのでカゴは薄板を使わないという風なルールになってます。利休百種にもそんな説明の書が載ってるんですけれども、以前に YouTube で説明をしている動画がありますので、ぜひそちらもリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。ポイントですね、サルスベリがピンクで可愛らしいので前に持ってきて、奥行きとして桜の苔木とスパティフィラムの葉を立体的に生けています。いかがでしょうか。ありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。
おかげさまで寺門忍者の YouTube チャンネルも1000人登録を達成しまして、今2000人弱ぐらいの登録をしていただいております。皆様本当にいつもご視聴ありがとうございます。まずは5000人を目指して動画の方をどんどん更新していきたいと思っておりますので、ぜひコメントですとかいいねやチャンネル登録していただけますと幸いです。はい、どうもありがとうございました。